皆さんこんにちは。久米島町役場プロジェクト推進課の太田と申します。本日は久米島町のエネルギー政策について、久米島町エネルギービジョン2020として、これからの久米島町のエネルギー施策に関する方針を取りまとめましたので、その内容についてご説明します。まず、ビジョンの策定にあたって考慮した事柄としまして、一つ目に近年私たちの暮らしにも目に見える形で影響を及ぼし始めている台風の強大化や局地的豪雨の多発など、地球規模の気候変動への対応と持続可能性。二つ目に地域経済循環とエネルギーの自分ごと化。再生可能エネルギーの導入は地域資源の循環だけでなく、地域経済の循環性向上にも貢献します。三つ目に地域防災・減災への活用。台風の強大化や局地的豪雨災害の頻発によって、長期間の停電の発生は以前よりも身近なものとなっています。エネルギー源の分散化・多様化は、一極集中型よりも柔軟な対応が可能となります。四つ目に、来るべき高齢化社会、人口減少社会に向けて、交通・輸送分野でも乗用車の自動運転化やシェア化など、様々な次世代の交通システムが提案されています。また、本町においても交通・輸送分野は、エネルギー消費量の20から25% を占めており、このクリーン化も島のエネルギー面での自立にとって重要な要素です。最後に、人類が地球環境に及ぼす深刻な影響が科学的にも明らかになり、それに対応するための社会の変革が求められているという新しい時代に突入しています。地球規模の大きな困難な問題に対して小さい島であっても何ができるか、自ら考え、実行に移していくことは、島の子どもたち、次の世代に向けて持続可能な島をつないでいく上で大切なことです。これら5つのことを考慮し策定しました。まず、エネルギー需給に影響が大きい要素に焦点を当てて、久米島の概況を説明します。自然環境です。久米島は沖縄本島の那覇市から西方100キロの東シナ海に浮かぶ離島です。大岳や上城岳、アーラ岳を中心とする山地がつながり、火山由来の地質を有しています。その周囲を囲むように琉球石灰岩を主とした平地が形成され、離島としては珍しく豊かな水源を有しています。久米島のほぼ全域とその周辺海域は沖縄県初の県立自然公園に指定され、さらに上城岳周辺はキクザとサワヘビをはじめとする貴重な生物の生息地としてラムサール条約湿地に登録されています。また、黒潮が南西から北東に向けて流れており、久米島の自然環境はもちろん、歴史や文化にも大きな影響を与えています。次に人口及び世帯数の推移を示します。2005年以降、毎年およそ100人ずつ人口が減少する傾向が続いており、現在は約7700人となっています。産業総生産の推移は、第一次産業の総生産は近年横ばいで、現在は全体の約 12% を占めています。また、就業者数では全体の約 27% です。第二次産業は各年の増減が第一次産業より大きいものの、長期的には大きな変化はありません。現在、総生産では全体の約 26%、就業人口では約 16% を占めています。第三次産業は成長傾向にあり、総生産額では1985年から2015年で2倍となっています。全体に占める割合は、総生産額について約 62%、
就業人口では約 57% です。続きまして、本町に輸送されている化石燃料の消費量の推移です。沖縄県離島の化石燃料消費量は1970年代、1980年代に急増後、2000年前後をピークとして減少傾向にありますが、久米島では沖縄県離島全体に比べても近年の減少傾向が顕著です。人口と化石燃料の消費量の推移から図の通り化石燃料消費量は人口との相関が強いことがわかります。また、一人当たり化石燃料の消費量も少しずつ減少する傾向にあります。その要因として、燃費の良い軽自動車の増加やオール電化住宅の増加等の可能性が推測されます。続いて、久米島の電力のほぼすべてを供給する沖縄電力久米島発電所の供給電力量の推移を示します。1970年から右肩上がりに推移しておりますが、2000年頃から横ばいとなっております。また、2010年代に急増した太陽光発電の導入量を図に示します。ピンク色が沖縄県全体の太陽光発電導入量で、2013年から順調に右肩上がりで推移しています。赤が本町で2015年頃に 2500kW に上がって以来、横ばい状態が続いております。これは本町の電力系統が沖縄本島と接続されていない独立系統であり、太陽光発電の導入量は沖縄電力の設定する接続可能量にほぼ達しているため、本町における新規の再生可能エネルギー発電設備の導入は停滞している状況にあります。こちらが久米島のエネルギー需給の内訳の推計です。エネルギー消費量や CO2 排出量については、電力が60から 70% を占めています。また、燃料費は年間で約 16.7 億円と推計され、そのほぼすべてが島内での循環なしに島外へと流出しています。次に、エネルギー供給の現状としまして、島内には石油販売業者が4社、常時2、3ヶ月分の燃料を備蓄し、販売を行っております。島内の電力はほぼ全量が沖縄電力株式会社久米島発電所により供給されています。また、再生可能エネルギーによる発電として、太陽光発電、バガス発電、海洋温度差発電があります。エネルギー自給率向上には、さらなる再生可能エネルギーの導入が必須です。そこで、久米島に導入できる可能性のある再生可能エネルギーについて、社会的動向や導入可能量、公的性などを整理し、どのような優先順位で導入を進めたらよいかを検討、評価しました。こちらがその評価結果を図にまとめたものです。横軸をエネルギーコスト、縦軸を久米島への公的性としてまとめております。円の大きさは久米島における資源量、枠線は太いほど成熟した技術を表しています。これらの結果を踏まえ、久米島への導入の優先順位はこのようになります。優先して導入促進すべきエネルギーとして、屋根上設置の太陽光発電設備、陸上の海洋温度差発電設備となります。次に再生可能エネルギー導入を促進し得る関連技術について、その動向等を整理します。低地型蓄電池は、台風による停電が起こる本町においては、需要は大きく、導入の可能性は高いと考えられます。EV 車は世界的な潮流から今後、シェアを拡大するものと思われます。本町は離島のため、燃料代も高価であることから、充電設備や車両整備体制が整えば、需要は大きいと考えます。
エネルギーマネジメントシステムは、電力系統における需給バランスを保つために必要となります。宮古島市で実証が行われておりますので、本町においても同様の手法の導入が可能であると考えられます。省エネルギーについては、沖縄県では亜熱帯型省エネ住宅を推進しております。また、国ではクールチョイスの一環として省エネ家電を推進しておりますので、町民への省エネに関する情報提供や普及啓発を行いたいと考えております。これまでの背景や動向から、久米島のエネルギービジョンの目標を次の通り設定します。2040年までに島内で消費されるエネルギーの 100% を再生可能エネルギーによって自給する。その目標達成に向けた方策の方向性です。再生可能なエネルギー源としては、久米島への公的性が高い太陽光発電、屋根上設置と海洋温度差発電を優先的に導入します。次に今後普及が見込まれている電気自動車および定置型蓄電池については、その普及を促進するとともに、これらの重放電システムに集中管理、制御対応の機能を持たせることにより、電力系統の柔軟性を高めます。これにより、様々な時間軸のエネルギー需給バランスに対応可能となります。これらにより、約 76% のエネルギーが再生可能エネルギー化できます。残り 24% は重油、軽油などの液体燃料需要であり、電力から燃料への転換技術やバイオマス由来燃料利用等により、2030年以降に再生可能エネルギー化を図ります。こちらがロードマップとマイルストーンです。現在のエネルギー自給率は 3.1% です。これを2025年に約 14%、2030年に約 20%、2035年に約 69%、2040に 100% にしたいと考えています。再生可能エネルギー 100% に向けたアクションプランとしまして、公共施設の屋根に太陽光発電設備の導入や民間導入についても情報提供支援を行います。町が取り組んでいる海洋深層水の大規模取水管導入への取り組みと合わせ、民間企業による海洋温度差発電導入へ誘致を継続します。需給バランス、電力系統の柔軟性確保のため、EV 車やエネルギーマネジメントシステム導入促進を行います。小中学校へのエネルギー教育を通じ、省エネルギーの推進を図ります。また、ここまで述べた施策の実施状況が確認できるよう、リアルタイムの電力供給の見える化を検討するとともに、エネルギービジョンの実施状況を検証するため、委員会を設置します。こちらがその委員会の在り方を示したものです。本ビジョンでは2040年までのロードマップやマイルストーンを示していますが、世界の再生可能エネルギーや関連技術の革新はとても早く、現時点では見通せない部分も多くあります。そこでビジョンに沿った具体的なアクションを定めるアクションプランについては、2年に1回程度をめどに内容を見直していく予定です。また、達成状況を確認し、最新の技術動向を反映していくための有識者委員会を年1回開催します。本取り組みで掲げる再生可能エネルギー 100% 化の推進は、地球規模の気候変動への対応や持続可能性の向上といった
主目的の達成のほか、次のような波及効果、副次効果をもたらすと考えております。分散型電源である太陽光発電や蓄電設備設置拡大は、自然災害時の系統電力、停電時にも一定の電力を使用できますので、地域の防災・減災の面で効果が期待されます。また、再生可能エネルギーの取り組みに賛同する方の移住や、企業や機関の移入など、地域と産業の活性化につながります。次に、本エネルギービジョンを遂行するために重要となる各ステークホルダーの役割は次の通りです。行政は再生可能エネルギーや関連技術を地域の事業者や住民が導入するための環境づくりを担います。民間事業者は自社における再生可能エネルギー及び関連技術の導入の際に、久米島全体のエネルギー需給バランスに寄与する手法を選択することが大きな役割となります。また、これから先に低炭素型エネルギーへの移行が急速に進むと予想されるため、とりわけエネルギー関係の民間事業者は、こういった新しい動きに対応して、現在持っている強みを生かしつつ、新たなビジネスへとシフトしていく役割を担っています。民生部門のエネルギー消費の割合が大きい久米島では、地域住民の役割は非常に大きいと言えます。物やサービスの選択の際に環境負荷が少なく、省エネ機能の高い商品を選択することで、地域社会全体を大きく動かす力になります。また、再生可能エネルギー及び関連技術の導入の際には、事業者と同様、久米島全体のエネルギー需給バランスに供する手法を選択することで、島のエネルギー自給率向上への大きな貢献となります。本町の第2次久米島町総合計画の施策として掲げた再生可能エネルギーによるエネルギー自給率向上は、顕在化する気候変動の中、世界的に重要性が増しています。これは久米島の取り組みが島だけでなく、世界の将来につながっていることも意味します。今後も先人たちが育んできたこの豊かな自然環境を守り、持続可能な島を次世代につなぐために取り組んでまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。